ジョニーと話したりしててもそうだし、ジョニーのアートワークとかを見てて結構思うことがあって、日本に長く住んでて、結構日本人の、微妙な感覚とか、文化の微妙な細かい点とか、結構やっぱ分かってるなって思った上で、結構そこに自分からすごい入ってって、楽しんでると同時にすごい弾いてみてる。それを客観的にすごく書いたり、表したりしてる。まあ、ジョニーはアメリカ出身だけど、そういう海外の人っていうのはあんまり会ったことなくて、なんかそこがすごいやっぱ不思議だなと思うんだけど、なんだろう、それに関してっていうのも変だけど、なんか自分にそういう特徴があるっていうのは、なんか自覚してるのかなっていう。今言ったらあるかなと気づいた。多分、もともと、まあ俺は、なんていう、2世のアメリカ人。だからお母さんはニカラグアから引っ越しして、移民して、で、パパと結婚して、パパは白人のアメリカ人で、だから俺の目線はいつもちょっと離れてた。普通のドアメリカみたいな環境じゃなくて、俺のお母さんの家族はみんなラテン系で、全然違う文化。それで、貧乏だったし、貧乏だったら社会の問題全部はっきり見える。だからいつもアメリカの文化を批評してて、他の国に行ったらそれは簡単に見える。で、難しいのは、例えば日本に来たらもちろん俺は国民じゃないから、批評があればただの、なんていう攻撃に見られる。でも、ちゃんとその文化を分かって、入ってからいろいろ微妙に細かいところ、なんていう丁寧に言えるかもしれないと思って、頑張ってできるだけ経験として日本の社会に入ろうとしたけど、最近はちょっと、頑張ってないけど、ね、ちゃんと人と会って仕事をやろうとして、ちゃんとの言い方とか、それを全部勉強して、漢字とか学校で勉強してましたけど、だからそういう目があるかな。なんか多分アメリカにいて、パブリックイメージの日本とか、日本社会っていうのとは、より一歩進んだとこをかなり見てるなっていう感じがするし、まあそれはやっぱ深く関わりつつも、やっぱりその面白い部分は面白い部分として、ちゃんと抽出して客観視してる。なんだろう、そこまで飛び込む人ってあんまりいないような気がして。例えばジョニーが日本を題材にしたコミックブック書こうとしたら書けるって感じだもんね、多分できる。アメリカ人そう。日本を書いた。ちゃんとありがちじゃない感じで、独自のことがすごい書けるような気がするし、それはでもやっぱり自分のさっきの生い立ちの話だったりして、やっぱりある種、どこにでもいたら、どこにでもいてっていう言い方変かもしれないけど、ちょっとマージナルな感覚が自分にあるから、深く入りつつもやっぱり弾いてみるっていうセンスがあるなっていう。てか、社会がもう子供の頃からずっと疑ってて、なんか全力で入らない。だからはっきり見えると思う。てか、小学校の1年から俺は結構トラウマがあったけど、俺はトイレに行ったね。トイレに行って、で、そのトイレは5年生のトイレだった。俺は知らなくて、入ったらうんこしながら、突然なんか4人ぐらいの5年生の子供が入って、うえーってドン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 ってやってて。やっぱアメリカも同じなんだね。同じ。日本でもあるけど。同じ。うえードン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 って。そして1年生だと、それはめっちゃ怖い。怖い。てか2年生も怖い。あの時代ね。だから、俺はトイレットの上に立ってて怖がってた。そして突然5年生の女性のババの先生が入って来なさいって。でもね、男のうんこをしてるところは結構ね、なんていう、It's a holy place ね、心と同じ。そうね。
そう。それで、俺の大好きな先生に行かせて、この生徒、この悪ガキはトイレットの上に立ってたよって。その5年生の子供が全然怒られない。そうそう。それで、俺の一番好きな先生に、じゃあ、100回、I will not stand on the toilet って書いて。で、それから俺の、なんていう、権威の反抗が始まった気がする。本当に思ってるけど。まあ、それの上に、本当に貧乏だったから、社会は全然手伝ってくれないっていうことがよくするわかった。なんかそういうの意外と大事だったり本当だったりするよね。なんかそういう感覚で自分の世界がちょっと変わったっていう瞬間はやっぱ幼い頃とかあるよね。あるある。ハッとして気づいて、あれって疑うきっかけになったり。そう。で、まあ、日本が好きだからこそ批評してる。まあでもそれは全然した方がいいと思うんだけどね。だと思うけど、意外と外国人に言われるのが、お前がモンキーすぎるぞって言われるけど、いや、本当に大変だから。まあしょうがないところもあるけど、例えば、創造的な環境はいろいろが違うから、特に都会だと騒音がね、出せないから、それは想像にきつい状況と思う。そういう話とか、ライブ行ったらみんな丁寧に、こうしてびっくりした。俺は一回もビールに書かれてないとか、誰か俺に唾入ってないってことは素晴らしかった。へってこう、これはパンクなのか。と思って。そう。まあ、大阪に行ったら違う気がする。東京の問題。でもなんだろう、こう、批評もやっぱり、特にジョニーみたいな立場の人からっていうのはすごい面白いし、やっぱり自分もずっと日本に基本的にはいて、中にいると、それは客観視しようとしてもやっぱり無理がある面もあって、見れない。その特徴とか絶対、だから、それはやっぱり、ある程度距離がある人とかに冷静に言ってもらったり、まあ面白かったりしても俺はいいと思うんだけど、別に非難でもいいと思うんだけど、そういうのは見てて面白いっていうか、それを嫌がるっていうのはなんか、あれでしょ、変な日本にアイデンティティ持ってる。ある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 。が起こるんでしょ。ある。それは変。やばいやつ。やばい。それは変だよね。てか、国民性が強いなと思って、アメリカみたいところはある。国民性がすごいな。でもアメリカもそう。アメリカ国民だよ。国民だぞ。みたいな。日本国民だぞみたいな、そういうのも意識が強いでしょ。そうそう。国を自分のアイデンティティと同化させちゃう人が多いっていう印象があるんですよ。そう。その感覚ってあんまピンとこないけど。いや、俺はすげえある。いや、だから周りの人でしょ。自分たちの感覚で言ったらあんまわかんないけどさ、なんか意外といるんだなっていう話で。どんどんしてますね。なんか、いるんじゃない？てか、ここは日本だよ。まあ、ここは日本だよ。島国だからね。そこがやっぱりでかいよね。まあ、そこでいろんな面白い。まあそうね。そういうこともあるんだろうね。だから複雑。なんか俺は思ったのが、もしかしてもっと国際的になったら、その個性がなくなるかなと思って。でも、まあ、逆にそろそろ、なんか女性のためとか、ね、変えた方が良くないかなと。最近のオリンピックの事故があったし、なんかまだそういう。そういう国際的な基準みたいのに、割と今はみんな合わせていこうっていうのが世界中であるけど、それによってまあ失われるものもあるんじゃないかっていうところでしょ。ある。まあそれはあると。てか、三島が好きで面白い人。まあ、いい人か悪い人って言えないけど、なんか、俺は元彼女が言う通り、ワイルドさがある。そう、元彼女が言ってたのが、日本のワイルドさが足りないって言ってて、じゃあ俺だけ思ってるんじゃないか。
でジョニーは結構さっき好きだって言ってた日本の文化も結局日本の昔の文化とかだったりするわけだけど、映画とか。そういうワイルドさに、荒っぽさとか、ラフさとかに惹かれて、まあ面白いなと思ったって言ってたもんね。だから聞いた。よくありありの失敗。ね。例えば、カウボーイの映画を見て、今のアメリカに着いたら、カウボーイがいないって気づいたら、まあもちろん侍とかそういうのはもう、そこまではないけど、なんていうかね、まあそういうハードボイルドな、ね、映画とか日本昔多いけど。多かった。実際来てみたら別にそんな人別にいないっていうか、一部なんだな。まあ一部だよね。そうね、文化がすごい面白い、どこでも。それは大好き。大好きだから批評も必要で。みんな一緒に、なんていう、お互い習って進むことがいいと思う。まああと、ジョニーみたいな結構深い入り方をしてる人の批評ってまたちょっと切り口が違うと思うから、全然していいと思う。していいと思うっていうかなんか見たいっていうか逆にそれを。なんか上辺だけの捉え方、テキストだけの捉え方で批判とかってなんかあんま面白くないけど、結構ジョニーはリアリティがあるっていうか、話の流れで多分まあアメリカのアンダーグラウンドの音楽とか、インディペンデントの音楽とか触れてきて、まあ日本でもいろいろ活動してるけど、まあなんかどういうとこが結構違うのかな。多分結構違う面がいっぱいあると思うんだけど、なんかジョニーから見てどういうとこ違うかなっていう。同じにはできないとは思うんだけど。今、俺はちょっと頑張ってるところは先に言ってたけど、普通にアメリカではうるさい声が出せる。どこによるけど、普通自分のガレージで、ガレージバンドっていうのがあるから、みんなはそこで練習できる。それで案があればすぐバッと、ね、記録して、作れるけど、それがないと、その音楽作るのてか、アートでもスペースがね、間がないと、俺はちょっときついかもしれない。カリフォルニアは特に広いし、俺はでかい人だし、いつもなんかジョーが言ってたのは、ジョニーはカリフォルニアキングっていう、ベッドのサイズが。そう、クイーン、キング。で、キングより一番大きいサイズはカリフォルニアキングっていうベッドのサイズね。で、俺はスタジオに入ったら、あちこち俺のものを置く。多分でも、オーティズムっぽく、ちょっと、なんていう、障害っぽく、具体的に間がないと頭もない。だから、物いっぱい増えたら、俺はきつくて、何もできないから、まあコロナの前に、いつも外で働いてた。カフェに行ったり、公園に行ったりする。だから最近、頑張って、それを無視して、俺の小さい部屋で音楽を作ろうとしてるけど、まあ、意識しちゃう。下にいる人とか、踏んだら、そのペダルを押したら、下にいる人が怒るかもしれない。意識だけで、その激しい感情が出ない。ボーカルを出すときにも、例えば、録音してるときには、バンドがなくて、俺はドラムをやっていなければ、酒を飲んでいないときは、パンク的に歌うことができないでしょ。そういうもんがあるかなと思ってる。だから、やるときにスペースがなかったり、まあ周りに気を使うような住宅環境だったり、そこがやっぱ結構違うっていうか、まあ、それはまあ、はっきり言って日本がやりづらいってことだよね。そう。そして、心もちょっときつい。まあ、アメリカ人はみんな分かってるように、クレイジーで気違いな人で、普通になんか向こうにある人に声をかけて、だからそういうのは普通じゃない。でもちろん、まあ、文化は分かって違って、俺はそのうるさいアメリカ人になるわけがないけど、それもないと俺はちょっときつい。気違いタイプだから、それが必要。作るために。ライブのエネルギーも欲しいな。アメリカ行った時やっぱみんな音楽やってる人がさ、一軒でかい家を借りて、地下にレコーディングスタジオみたいなの作って、
やったりしてて、はい、音すごいでちゃんと出しても全然隣の家離れてるし、でかいから地下だし、それやってて当たり前になってる、ね、そうそうそう、そうなるとやっぱりちょっと音楽を特にこういう音楽をやるってなると、日本だとハードルがまずちょっと高いっていうか。そう、まあしょうがない。しょうがないよね、それは。逆にそういうところがあればもっと面白くできるかなっていうところで、ね、そういう場所欲しいですよね。そうだね。本当千葉とか本当に離れてる場所にいたらいいかもしれない。イギー・ポップはね、バンドメンバーと一緒に住んでて、ストゥージェイズの時代でみんな一緒にヘロミをやったりしてて、ね。まあいろいろ違うとは思うけど、ね、まあジョニーが結構感じるとこはそこだっていうこと。そうだね。あれは一番気づく。あと、例えば、アメリカでは、まあそんなに音楽が合わなくてもコミュニティがある。みんなは応援している。でも、東京は特にみんな別々になってる気がした。これは俺らのところ、これは俺らのところで。ジャンルとかで分かれてるってことです。そうだね。だから、もっとお互いに、なんか宣伝したりした方が良かったかな。まあ、それは外人のバンドの中だけかわかんないけど、それは感じた。結構そうだと思うよ。それ当たってるっていうか。そして、もっと頑張ってる人にちゃんとお金を出すべき。それでもっと音楽がそうだね活用できる。それは発展していくっていうかね。音楽作って、宣伝して、ポスター作って、全部自分でやったのに仕事として。頑張って、誰も気づいてくれないから、がっかりして解散するバンドが多い気がした。それは、いや、ちょっと、アーティストに大変。やっぱり、外から見ててもアメリカはあまりそうならないっていうかね、いいバンド、活動的なバンドはちゃんと周りがプッシュしたり、活動がもっとアクティブになるような流れがやっぱできてるけど、まあ日本はなかなかそれが難しい。やればやるほど活動的なバンドほどどんどん疲れてって、摩耗しちゃうっていうのはあるかもね。今のシステムのまんまだったら。ただのホビーじゃない。趣味じゃない。そうそう。ただの趣味じゃない。表現活動。そう。この人は趣味があるから、このスペースをレンタルすることができるんじゃなくて、いや、本当に俺の人生はこれです。仕事は俺の趣味。俺にとっては仕事は別にギリギリコーヒーを買えるぐらい、家賃払うぐらいできたらいい。だから、それ分かってくれたら音楽もっと増える。そうだよね。まあその辺はやっぱりアメリカとかはアンダーグラウンドっていうか、インディペンデントの人もやっぱりちゃんとしてるなっていうのは外から見てすごい思うっていう。だから発展していくし。で、ペースが速い。すぐレーベルに入って、いろんな街をツアーもあったりして、ペースが速い。それはいろんなものが整ってるからなんで、環境がね。そう。それはアーティストに環境が作られてるかもしれない。それはビジネスの